はい、整体院院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、肩の痛みでお悩みのあなたにですね、痛みの改善のヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、どんなお話をさせていただくかというと、四十肩五十肩の本当の原因というお話をさせていただければと思います。はい。なんでこんなお話をさせていただくかというとですね、この本当の原因ということをですね、知らない方が多すぎるんですね。患者さんもちろんなんですけども、施術する先生ですね、病院の先生だったりとか、接骨院の先生だったりとかですね、他の施術する先生、知らない先生が多すぎます。はい。なんでこんなことを言えるかというと、私も知らなかったからですね。私も知らなかったからです。はい。私もこの仕事を今して14年目になりますけども、本当にこれがですね、やっと分かったのって、実は、3、4年前のことです。体のことをずっと勉強していてですね、この視点というかですね、この考え方が分かるようになって、本当に四十肩五十肩のですね、肩の痛みが取れるようになったんですね。はい。やっぱりですね、結果的に痛みがこう出てるだけなんですね。結果的にここに痛みが出てるだけで、実は原因って別の場所にあるんですね。それはやっぱり体のこうメカニズムということを知っていただく必要があるんです。で、あんまり難しい話はしたくないんですけども、痛みの原因が分かれば、患者さんご自身でケアできるんですね。はい、患者さんご自身でケアできます。軽い本当に痛みのちょっと引っかかるなとかちょっと痛いなっていうくらいでしたらご自身でケアできます。で、ひどくなった方もこれからお伝えする原因っていうところを理解していただいて、これから私がお伝えするそのセルフケアの方法だったりとか、そういったところをですね使っていただければご自身でも本当にケアできますから、ぜひですねまず知っていただきたいんですね。知っていただきたいんです。はい。なんでこんな私も熱くなってるかというとですね、私も本当にずっと苦手意識があったんです。四十肩五十肩って本当に苦手意識がありました。でも本当にですね、この体のメカニズムというか視点が分かった時にですね、すごくこう変わったんですね。だから痛みが出てるんだ。だから肩だけ揉んでもですね、肩に注射したりとか、肩に湿布貼ったりとか、肩に電気流してもダメなんだなっていうことが分かったんですね。っていったところで前置きが長くなってしまったので、もう行きたいんですけども、じゃあですね、四十肩五十肩の本当の原因っていうのは何なのかっていうとですね、結論からお伝えすると、はい、手首です。はい、手首なんですよ。ちょっと見えづらいですね、光が。手首です。はい、手首肩甲骨って書いておきましょうか。はい、これだけだとわからないかと思うので光ってますね説明していきます。じゃあですね、肩甲骨から説明していくと分かりやすいんですけども、肩甲骨でなんとなくイメージできますよね。じゃあですね、じゃあなんでここに肩に痛みが出てるのかっていうと、ここに負担がかかってるからなんですね。ここに結果的に負担がかかってるんですよ。じゃあですね、ここに負担がかかるのはなぜかというと、肩って普通にこう上げれば180度まで上がるんですね。180度まで上がりますよね。上がるんですけども、実はこの肩関節っていうのは120度までしか上がらないんですね。120度しか上がらないんですよ。書く必要ないですよね。120度までしか上がらないんですけども、じゃあ残りの60度はどこが動いてるかっていうと、肩甲骨なんですね。はい。骨子さんに表情していただくと、肩関節、これ肩関節っていうのはこの120度までしか上がらない構造なんです。はい。120度までしか上がらないんですね。で、これが180度になるためにはグググって詰まっちゃうんですね。ってことはこれです。こいつ肩甲骨が動いてくれなきゃいけないんですよ。この肩甲骨がですね、この肩甲骨が外にこう60度傾いてくれることによって180度いくんですね。肩っていうのは120度までしかいかないですけど、あとは肩甲骨がこう外に傾いてくれることによって180度までいくっていう構造なんですね。はい。なのでですね、じゃあ肩甲骨動かせばいいんじゃないかっていうことがわかるじゃないですか。私も初めそうしてたんですよ。肩甲骨をちょっと動かすようにしてたんですけど、実際それでは浅いんですね。浅いんです。はい。確かに肩甲骨が動けば肩の負担って減るじゃないですか。肩甲骨が動かない、120度しか動かない状態なのに180度上げようとするから、ここにダメージが溜まってしまって痛くなっちゃうんですね。そうですよね。肩甲骨がちゃんと動けば180度まで行くんですよ。
180度まで行くんです。でも肩甲骨が動かない状態で肩を120度までしか動かない環境なのに動かそうとするからググググググってやっちゃうから、ここにダメージが溜まってしまって、最終的にこう炎症っていう状態になって肩関節周囲炎といって、四十肩五十肩の状態になってしまうんですね。じゃあですね、肩甲骨が動いてないことが原因だってことが分かりましたよね。じゃあなんで肩甲骨が動いてないんですかっていうと、手首なんですね。はい、手首なんですよ。で、手首っていうのはですね、私も含めてなんですけども、何か手を使おうとすると必ず人っていうのは内側にねじって、かつ下に曲げる、内側にねじって開内っていう動作と、小屈屈曲っていう動作、屈曲伸展って言って、屈曲伸展って言って、屈曲の動作と開内っていうですね、内側にねじる動作っていうのがほとんどなんです。タイピングだったりとか何するにも、私もこう手を使って仕事しますし、何か書き物して、この状態で仕事するってほぼないですよね。内側にねじってかつ下に曲げるんです。この状態になると何が起こるかっていうと、肩が内側にねじれるんですね。要は猫背の状態になるんですよ。ですよね。猫背の状態になった状態だから、こう固まりやすいんですね。人の体っていうのはこう固まりやすい、こう引っ張った傾向になりやすい。だから猫背の状態で肩を上げるような動作をすれば肩甲骨が動きません。肩甲骨が動かなくなれば、肩っていうのは120度までしか上がらないはずなのに180度まで上げようとするんですね。上げようとするから、少しずつダメージが蓄積されて爆発するんです。これが四十肩五十肩のメカニズムです。じゃあですね、何をすればいいのか。肩甲骨が動かなくなったのっていうのは結果的ですよね。で、結果的に肩甲骨動かなくなった、結果的に肩甲骨動かなくなったから、じゃあ結果的に肩に負担がかかる状態になった。で、それでダメージが蓄積されて痛みが出てしまうんですね。ですよね。じゃあ手首ですよね。手首がこう内側にねじれて下に曲がってるような状態、すなわちですね、内側にねじる筋肉だったりとか下に曲げる筋肉っていうのが硬くなってるはずなんですね。硬くなってるはず。じゃあこの硬くなってる筋肉を緩めてあげれば、こういう状態になるんです。こういう状態になる。内側じゃなくて外にねじる状態でぐーっと肩が入っていく状態になれば、肩甲骨が動くようになります。肩甲骨動くようになれば晴れて180度動くようになるんですね。そのようにしていけば、この四十肩五十肩っていうのは根本的に改善できるんですね。だから痛いところに注射したりとかマッサージしたりとか温めたりとか電気流したりとかしてもその場しのぎなんですよっていうお話です。はい。でですね、今日はこんなお話をずっとさせていただいたので、セルフケアのところまでいけなかったんですけども、次回以降はですね、じゃあこの原因が分かったじゃないですか。肩甲骨が動かない状態で、それの原因っていうのは手首が悪い方向でねじれてしまってるっていうことが分かりましたから、それを改善するためのセルフケアっていうのがですね、あります。何個かありますから、これをですね、ぜひしていただきたいんですね。ぜひ覚えていただいてやっていただきたいんです。でもそのためにはやっぱりこのメカニズム、本当の原因というのを知っていただきたかったので、まずそのお話をさせていただきました。本当にですね、四十肩五十肩ご自身でケアできますから、ぜひですね、このビデオでですね、学んでいただいてご自身でケアできるようになっていただければと思います。で、痛みが出てない方は気にならないかもしれないですけど、予防にもなりますから、ぜひ聞いていただければと思います。はい。っていったところでですね、もしご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。また次回以降からですね、四十肩五十肩の、ご自身でできるセルフケア、根本的な改善ができるセルフケアというところをお伝えしますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい。では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。